こんにちは、スタイルファンです。今回はブラックバスと光と影の関係について解説します。皆さんはバスの居場所をどうやって探していますか？バスの居場所がわからないままルアーを投げていてもバスが釣れる確率は高くなりませんよね。太陽の光とそれが作り出す影はブラックバスの居場所を探し出すための大きなヒントになります。そこで今回はブラックバスと光と影の関係について解説していきます。この動画を見るとブラックバスと光と影の関係を理解することができます。そして実際の釣りにどのように活かしていくのかもお伝えしますので、最後までぜひ見ていってください。このチャンネルではスタイルファンが釣りのレベルアップを目指すとともに、経験したことや勉強したことなど釣りに役立つ情報をお伝えしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。はじめにブラックバスは強すぎる光が嫌いで影が好きということについて解説します。バスは基本的に強すぎる光を嫌います。なぜなら強い光の下では外敵からも発見される可能性がありますし、ベイトからも見つかるため餌を取りにくくなるからです。バスは太陽光が降り注いでいる場所にいるときは安心を感じることができなくて落ち着かなくなるようです。そんな時はカバーの影に隠れることで暗さを得られて安心することができます。そしてシェードと言われる影に身を隠して餌を待ち伏せることもできます。シェードは見えているビードやブッシュなどのカバーの下にできるだけではなく、水中のブレイクやドロップオフと言われるような駆け上がりなどの地形変化がある場所でもシェードはできます。また都合のいいカバーなどの影がないときは、バスは深場の暗い場所に移動することで強い光を避けます。つまりブラックバスは強い光を嫌い、それを避けることができる影が好きなんです。こういった傾向はビッグバスになるほど強くなるみたいです。バス釣りをするときは基本的に影を狙う意識を持って釣りをするといいと思います。適水温という点からも光と影を考えることは重要です。当然太陽光は水温を上げますし、影は水温を下げます。夏場などの高水温期は影があることで他の場所よりも水温が低くなりますから、バスがより影を好みます。また太陽光が差し込むところは水温が高くなり、サーモクラインと言われる水温が変わる層ができます。冬場は太陽光が届くサーモクラインより上が温まりやすく、バスがつきやすいレンジになります。僕はバス釣りをするとき、水温が高くなるほど影を重要視しますし、水温が低くなれば太陽光によって温まる場所を探して釣りをするようにしています。次に太陽の光とバスとの関係を考えるときに意識しなければいけないのが水の透明度です。つまりクリアウォーターとマッディウォーターの違いになります。太陽光が水中に入るといっても、水の透明度や濁り具合によって太陽光はそれぞれ一定の水深までしか入り込まないからです。当然クリアウォーターでは深場まで光が届きますが、マッディウォーターでは光が深場まで届きません。水の透明度によって光が届く深さが変わり、水中の酸素量も変わってきます。その理由は水中の植物プランクトンの光合成にあります。クリアウォーターでは深くまで光が届くので、深場でも植物プランクトンの光合成が行われます。しかしマッディウォーターの深場では光が届かずに光合成が行われないために、酸素量も少なく餌もバスもいる確率は低くなります。
このように深場に移動すると酸素量も少なく餌と出会う可能性も低くなりますから、深場に移動する目的は安心感を得るための移動が中心になります。しかしカバーのシェードに身を隠しているバスは安心を得ると同時に餌を取るために待ち伏せをしています。つまりカバーについているバスの方がやる気があり、ルアーにアタックしてくれる確率の高いバスということになるんですね。やる気があるバスを探すには良さそうなカバーを見つけ、そのカバーのシェード側を狙ってみるといいですね。またマッティウォーターで釣りをするときは太陽光の届きにくい深場は攻めすぎなくてもいいことも覚えておくといいかもしれないですね。ブラックバスと光と影の関係性はお伝えしてきましたが、実際の釣りで意識しなくてはいけないのが、光も影も時間とともに変化していくということです。太陽の位置が変われば影のできる向きや濃さが変わります。午前中と午後では影のできる向きが変わってきます。例えば護岸のシェードを狙うときなんかは、時間帯によってどちら側の岸を釣るかによって釣果も変わってきますし、杭などを狙うときも太陽がどこにあってどの方向に影ができるかを意識して攻めることが大切です。また太陽の角度によって影の濃さが違ってきます。昼になるにつれて太陽の位置は高くなり、影は濃くなります。昼間の方が釣りが難しいイメージがあるかもしれませんが、影がはっきりと出るためバスの居場所を探しやすいというメリットもあります。バス釣りに出かけたら太陽の位置によって今どこに影ができているのかを考えるようにしています。そして太陽の角度を考えて、なるべく濃い影ができる場所を探して釣りをしていくといいと思います。ブラックバスは基本的に影が好きな魚ですから、影を意識して釣りを組み立てていきましょう。影を作ってくれるカバーにはやる気のあるバスがいる確率が高いことも覚えておきたいですね。水温によっても太陽光と影の重要性が変わることも理解しておくことも大切です。また水の透明度によって深場の酸素量は変わりますから、フィールドの水の色を確認して狙う水深を決めるようにしています。そして光と影は常に変化するということを意識し、太陽の位置や角度によって今バスがどこにいたいのかを考えて釣りができると、バスに出会える確率は高くなっていくと思います。ブラックバスのことをもっと勉強してバス釣りに生かしていきましょう。このチャンネルでは釣りに役立つ情報をこれからもお伝えしていきますから、この動画が良かったらチャンネル登録をお願いいたします。それでは良い釣りを。スタイルファンでした。